皆さん、안녕하세요。今回は韓国語の中で一番重要なヘヨタイの作り方を完全攻略していきたいと思います。簡単なチョアヨ、モゴヨなどの初心者が最初に覚えるヘヨタイの作り方から、チュオヨ、ナーヨなどのヘヨタイの不規則活用をすべてこの一本の動画で完全網羅していきます。このヘヨタイを完全網羅した動画はどこの YouTuber さんもアップしていないので超貴重な内容となっています。難しいところもありますが、このヘヨタイが使えないと韓国語は絶対に話せない言語となっています。私ができる限り簡単に説明していきますので、何度も見て絶対マスターしていきましょう。では今回の動画の内容を見ていきましょう。内容はこちらです。それでは早速、基本編のヘヨタイの4個の法則を見ていきましょう。韓国語のヘヨタイには実は大きく分けて4つのルールがあるんですよ。これがまあ多いですし、ややこしいです。韓国語は日本語に似ていて簡単と聞いていた初心者の方も多くいると思いますが、韓国語はそんなに甘くありません。ネット上にある3週間であなたも語学がペラペラにとか、韓国語はドラマを見て覚えましたみたいな話に騙されないでください。そんなに韓国語が簡単なら私たち韓国語講師もいりませんし、教材なんか必要ないですよね。韓国語ができるようになった人は必ず努力をして、今回習う文法をすべて習得した人たちです。語学には近道はないってことをまず理解して、気合を入れて理解していきましょう。もちろん簡単ではないですが、私が噛み砕いて説明していきますので、必ず最後まで見てヘヨタイをマスターしていきましょう。では先ほど説明したように、ヘヨタイは大きく分けて4つのルールがあります。まず1つ目が、単語の語感にパッチムがある場合です。これはさらに、1の1。語感の母音があ、おの場合。1の2、語感の母音がその他の場合の2つに分類されます。ってなりますよね。もうすでに文法用語がちんぷんかんぷんの人がいると思うので、さらに詳しく解説していきます。まず、ここで言う単語とは動詞か形容詞のことです。名詞には後ろに입니다、ほにゃららですをつければいいだけなんですが、動詞と形容詞はそうはいきません。また、語感の意味ですが、韓国語は動詞と形容詞は必ず最後の文字がほにゃららだで終わっているのを知ってますか？アルダやサランハダなどなど、これらは辞書体や原型と呼ばれるんですが、その名の通り辞書や教材のみに出てくる単語の元の形です。この最後のほにゃららだを取った後の最後の文字のことを語感と言います。もっと簡単に説明すると、語感イコール最後の文字と覚えれば大丈夫です。また皆さんがよく耳にするあらよやサランヘヨっていうのは辞書体や原型から話し言葉に変換されたものです。韓国人はもちろん会話中はこの話し言葉に変えて自然に話をしています。ですが皆さんにとって韓国語は外国語ですので、この変換のルールを覚えていかないとダメなんです。では戻って、先ほどの単語の語感にパッチムがある場合という意味ですが、例えば、あるだで見ていきましょう。最後の文字はたなんですが、韓国語を話し言葉に変えるときは必ずこの最後のたを抜いて考えます。すなわち、あるだの語感はあるになることがわかりますよね。この語感にパッチムがある場合、先ほど少し見たように、さらに2つのルールがあります。1の1、語感にパッチムがあって、その文字の母音があまたはおの場合。1の2、語感にパッチムがあって、その文字の母音があお以外のその他の場合、このように分かれています。では先ほどのあるだは1の1ですか？それとも1の2ですか？そう、あるだはまずたを取るルールでしたよね。そうするとあるが残ります。しかもこの文字にはパッチムがありますよね。そしてその文字の母音があかお、またはその他の子を見てみると、母音はあってことがわかりますよね。すなわち1の1であることがわかります。では別の単語を見ていきましょう。この単語はどうですか？同じように見ていきたいと思います。まず、木たのたを取りますよね。そうすると、木が残ります。もちろんこの文字にもパッチムがあります。そしてこの文字の母音を見てあげると、おですよね。先ほどのあでもおでもないその他になります。すなわち、木たは1の2のルールが当てはまっていきます。ここで注意ですが、ここまでの説明がわからなかった人は動画を何回も見てわかるまで繰り返しましょう。文法がわからないと後で困るのは皆さんですので、必ず理解してから次に進んでいってくださいね。
では説明を続けます。1の1は語感にあよをつける。1の2は語感におよをつけるというルールです。では単語を使って実際に併用体に変えていきましょう。あるだは1の1ですので、あらよとなり、たったも1の1ですので、ただよとなりますよね。では、もくたは1の2ですので、もごよ。ましたも1の2ですので、ましそよとなりますよね。どうですか？問題なく理解できてますか？少し心配ですので、このましたを使って、なぜましそよに変わるのかを解説していきたいと思います。まず、ましたの最後のたを取ってあげると、このようになります。すなわち、この文字の語感は、いであることがわかります。そして、その文字にはパッチムがあり、母音はいですので、その他に分類されるので、まし、プラス、およで、ましそよになっています。どうですか？最初から難しいでしょ？でも大丈夫。2個目のルール以降からは簡単になってくるので、1個目を乗り越えた人なら楽勝ですので安心してレッスン進めてください。では次に2個目の作り方です。まず大前提として2個目はパッチムがない単語の場合の時です。パッチムがあるなら1個目のルールに当てはめればいいですもんね。2個目はこのように6つに分けて説明していきます。表を見てわかる通り、母音の種類によって作り方が6つあるということです。2個目のルールからは単語の語感の母音だけを注意してくれれば大丈夫です。では早速2の1を見ていきましょう。この2の1に当てはまる単語としてかだなどが該当します。まずたの左隣の文字、すなわちかにパッチムがなく、その文字の母音があですよね。覚えてますか？韓国語は最後のたは消してあげて、その左にある文字が語感になりましたよね。この場合には、後ろによをつけてあげるだけで出来上がりになります。すなわち、かよとなります。実は2個目の分類はすべて同じルールなんですよ。念のために2の2も見ていきましょう。これに当てはまる単語はそだなどです。もちろんこれもたの左の文字にパッチムがなく、その文字の母音がおですよね。その時は先ほどと同じようによをつけてあげて、そうよとしてあげます。もう簡単ですよね。2の3はねだで見ていきます。これも同じようにねだからねよ。そして少し変則で2の4はおだで見ていきます。母音がおの場合はその文字にあを足してあげてわにしていきます。文法には複雑なルールがあるのでなんでそうなるのかなどと深く考え込まずにそうなんや、まあやってみるかぐらいの感じで進んでください。ではそれに従って作ってみるとおだはわよになりますよね。どんどんいきます。次に2の5です。ペウダで見ていきましょう。これは母音がうですよね。たの左隣の文字を基準にすることを忘れたらダメですよ。この時はうにおを足してあげておに変換してあげます。ですのでペウダからペオヨに変えていきます。そして最後の2の6です。少し長いキタリダで見ていきましょう。単語が長くてもやることは同じ。たの左隣の文字を見てあげると、パッチムがなくて、その文字の母音はいですよね。この場合、いの左側に横線2本を足して、よにしてあげてください。そうすると、きたりだからきたりょよに変わってくれます。1回では覚えれないと思うので、動画を何回も見直してマスターしてくださいね。また動画の最後に練習問題を出しているので挑戦してみてください。どうですか？ここまでは理解できましたか？この基本編の併用タイムもあと残り少しですので、頑張って理解していきましょう。では続けて3個目のルールを見ていきましょう。3個目は超簡単。肌はへよ、ドゥエダはドゥエよ、シュダはシオよとなると覚えてくれれば OK です。先ほども言いましたが、文法は深く考えないということです。私たちは学者でも何でもないので、文法の成り立ちなどを考える必要はありません。では最後の4個目は少し複雑ですが頑張ってクリアしていきましょう。皆さんはパッパヨやイェッポヨなどの韓国語を聞いたことがあるんじゃないですか？これらもよく考えてみると、ヨで終わっているので今習っている併用体ですよね。
では、このパッパヨやイェッポヨの原型は知ってますか？私の生徒さんの中にも話し言葉はたくさん知っているのに原型を知らない人が多くいます。また、原型なんか話し言葉で使わないから覚えないって人がいますが、これは大きな間違いです。知っている単語が出てくればいいですが、日常会話で皆さんが知っている単語は実はほんの少しです。韓国語には皆さんが考えている何倍もの単語がありますので、原型を覚えておかないと他の文法や時制に変換することができなくなります。韓国語は原型が一番大事ってことをこの際に覚えておきましょう。韓国語が上手な人は皆さん原型から必ず覚えてますよ。その場しのぎの日常会話の暗記を超えて本物の語学力をこの動画で身につけてくださいね。では実際に4個目のヘオタイの作り方です。これは最後のタの左隣の文字の母音がうがついている単語の時のルールです。この4個目にもルールが2つあります。4の1、一番前の文字の母音があおの場合。4の2、一番前の文字の母音があお以外の場合の2つに分類されます。では4の1から見ていきましょう。これに当てはまる単語としては、パップダなどがあります。タの左隣の文字の母音にうが来てますよね。その場合は4個目のルールに当てはまるとわかります。そして、うがあることを確認すると、次はその文字の一番前の文字の母音を見てあげます。このパップダで見ると、一番前の文字がパで、その文字の母音があってことがわかりますよね。その場合、4の1の一番前の文字の母音があおのルールが適用されて、パップダからパッパヨと原型の2文字目のうが消えて、あに変わっていることがわかりますよね。これで、忙しいから忙しいですと話し言葉に変わってくれます。では最後の4の2です。覚えてますか？ 4 の2は一番前の文字の母音があお以外の場合でしたよね。イェップダなどがそれに当てはまります。最後も詳しく見ていきましょう。まずはタの左隣の母音がうですよね。その場合4個目のルールと気づけます。そしてその後はその文字の一番前の母音を見てあげます。その母音はイェですよね。すなわち、あでもおでもないその他です。その場合、イェップダからイェッポヨに変わり、2文字目のうが消えておに変わっていることがわかると思います。このように原型から話し言葉のヘオタイに変換していきます。確かに覚えるのは大変で面倒ですが、韓国語を話すには絶対に必要なスキルで、韓国語を話したい人は今までの曖昧な覚え方を捨てて、この動画を使って本気で話せるようになってください。それではこれで基本編のヘオタイは終わりです。皆さん、動画の途中ですが、アンニョン韓国語教室では教材を販売しています。この今回のヘオタイの内容も含まれた初級1、2の教材を使って、さらに韓国語をマスターしていきましょう。そして、ワークブックも販売されていますので、この動画と教材を合わせて勉強してもらえれば、効果的に韓国語を覚えることができます。また、私の作った教材は、Amazon でもベストセラーに輝いた教材で、自信を持って皆さんにお勧めできます。購入先は Amazon、Base、メルカリから購入可能です。概要欄に URL を貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。さあ戻って、ここまでレッスンを受けてみて気づいたことないですか？そう、このヘオタイには不規則活用というものがあります。最初にも説明しましたが、韓国語はこのヘオタイができないと絶対に話せない言語になっています。もちろん先ほど習ったヘオタイの基本編だけでは、韓国の方とスムーズに話すことすらできません。そして今から習うヘオタイの不規則活用を曖昧に覚えて、万年韓国語が片言の生徒さんを本当に多く見てきています。せっかく韓国語を勉強するならペラペラを目指しましょう。確かに不規則活用は複雑で面倒ですが、皆さんは韓国語を話したい人たちですよね。この動画1本でヘオタイを完全に理解できるので、私を信じて最後までクリアしていきましょう。絶対に後悔しないと思いますよ。1日1つずつでもいいので、不規則活用をコツコツ覚えていきましょう。では、ヘオタイの不規則編をスタートします。まず、不規則活用とはどういうものなのかを説明します。皆さん、韓国語を勉強していると、急にリウルパッチムが消えたりしなかったですか？
例えば、原型のチュプタが話し言葉に変わると、チュオヨと全然違う文字になっているときないですか？そう、実はこれはパッチムの不規則活用なんです。初級の教材などには、この不規則活用などは出さずに説明や問題を出しているのがほとんどなんですが、韓国語を話すときには、この不規則活用をすごくよく使います。もっと言うと、パッチムの不規則活用を知らないと、いつまで経っても初心者で、一向に韓国語が話せない状態が続いてしまいます。逆にこの不規則活用を知っていると、初級の枠を抜けて、韓国語は一気に上手になります。それではパッチムの不規則活用の本題に入っていきましょう。この不規則活用は大きく分けてこのように6個の不規則活用があります。最初は1個目のピューパッチムの不規則を解説していきます。この不規則活用はイメージで覚えることがすごく大切で、まずはピューパッチムは丸を求められる文法が来ると、ピューパッチムが消えてウに変わるイメージを持ってください。この丸は何なのかは後でわかります。また、ピューパッチムの不規則活用には3つのルールがあります。今回使う単語をもとに3つに分けておきます。ではまずは不規則の位置を見ていきましょう。チュプターを以下の2つの文法を使って見ていきます。うみょん、ほにゃららなら。今回は併用体の不規則編ですが、不規則活用は併用体の時だけではありませんので、この動画で合わせて覚えておきましょう。そして併用体。まずチュプターをうみょんの形に直すと、寒いから寒いならとなりますよね。では見ていきます。チュプタの最後の文字であるタは韓国語の文法上必ず消えますので、チュプラスうみょんとなるのはわかりますよね。そして、ここで覚えてほしいのが、このカッコうとは、前の文字にパッチムがあれば出してくださいという合図となります。ですので、チュブミョンとなるのが基本的なルールなんですが、今回はピューパッチムの不規則で、先ほど説明したように、ピューパッチムは丸を求められる文法が来ると、うに変わると言いました。このうみょんは、ここの丸を求められてますよね。すなわち、ピューパッチムが消え、うに変わり、チューミョンという形に変わる不規則活用なんです。どうですか？なんか嫌でしょ？私もレッスンをしていて、皆さんの不満の声が聞こえてきます。でも、これは覚えていかないとダメなルールですので、なぜ変わるのかという疑問は捨てて、どんどん覚えていきましょう。実際私もなぜ変わるのかなどは言語学者でもないので考える必要はないと思っています。でもこのルールを知らないとずっと初心者のままですので、韓国語を本当に話したい人は頑張って覚えていきましょう。必ず話せるようになりますよ。では次は併用体の文法で見ていきましょう。これはいわゆる用体と言われる文法なんですが、実はこれも丸を求められる文法で、あ、お、よというのが正式な文法です。ここでも丸を求められてますよね。ではこれもチュプターを使って寒いから寒いですに変えていきましょう。基本編で習った通りに考えると、チュプラスあおよですので、チュボよとなりそうですよね。ですが、ピューパッチムは丸があるとうに変わるルールでした。そうすると、チューになりますよね。じゃあ、チューよなのかと思った人が多くいると思いますが、基本編の併用体をしっかり理解できている人はピンときましたよね。例えば、ペウダっていう単語を併用体に直した場合、ペオヨになったのを覚えてますか？うは併用体の場合、ウになるんでしたよね。それと同じで、チュウはチュオに変わり、チュオヨとなります。他の単語でトップタも同じ要領で作ります。最後に練習問題出していますので挑戦してみてくださいね。かなりややこしいルールですが、基本が理解できている人には問題なく理解できる内容ですので、私も頑張ってわかりやすく解説していきます。もしこの不規則活用がわからない場合は、韓国語を話すことができません。韓国語はペラペラの人は絶対にこのルールを頑張って覚えた人たちです。この不規則活用が使えないと話せないってことをしっかり理解して乗り越えましょう。では続いて不規則の2を見ていきましょう。文法をわかりやすく先ほどのうみょん、あおよで見ていきます。単語はトプタとトプタで見ていきます。不規則の2ですので、1とは少し違うことを理解してくださいね。では行きます。コプタをうみょんの文法を使って、美しいから美しいならに変えていきます。もうやることはわかりますよね。コプラスうみょんですので、コブミョンではなく、コウミョンに変わるということ。では、あおよで作ってみると、コ
プラス青よですので、不規則活用してあげて、こばよではなく、こおよになりそうなんですよね。しかし、これは不規則の2です。わざわざ不規則2として説明しているには訳があるんです。このままですと不規則の1と同じですもんね。実はこのこは、あを求められる文法が来ると、をではなく、わになるんです。ですので、こおよではなく、こわよとなります。もう、イライラしますよね。気持ちすごくわかります。私も説明していて、皆さんの眉間にシワがいった顔を昔から何度も見てきてます。でも、ルールですので、覚えるしか方法がないので頑張りましょう。では、次の単語のトッタです。この単語は、カンドラなどをよく見ている人は実はよく耳にしている単語なんです。皆さん、とわじゅせよという韓国語を聞いたことないですか？そう、助けてくださいという意味です。カンドラって嫌がらせされたり、監禁されたりするシーンが多いので、このとわじゅせよをよく聞きます。では、このトッタをウミョンとアオヨの形に直してあげましょう。これは先ほどと同じですので簡単。まずはウミョンから。トプラスウミョンですので、ピューパッチムがウに変わり、トウミョンとなりますよね。次に、アオヨで見てみると、トプラスアオヨですので、トウヨではなく、トワヨになります。今習っているのは不規則の2ってことを忘れたらダメですよ。不規則の2は、あを求められる文法が来ると、ピューパッチムは、ウォーではなく、ワに変わるんでしたね。どうですか？ここまで理解できてますか？ここまで理解できれば、あとは簡単。もしよくわからないっていう人は、何度も動画を見直してみてください。すぐに理解できる内容ではないので、しっかり時間をかけて理解していきましょう。それでは最後の不規則の3を見ていきましょう。これはすごく簡単。この不規則3は、不規則活用のルールが適用されないというルールです。ですので、基本のルールに従えばできてしまう簡単なルールです。文法も同じものを使って見ていきます。単語はイプタとチョプタを使っていきます。では、イプタをウミョンの文法で作ってみると、イプラスウミョンですよね。そして、不規則の3は、ピューパッチムがウに変わるルールは適用されず、基本通りに作れば良いだけですので、イブミョンとなります。また、アオヨも同じで、イボヨとなります。間違っても、イウミョンやイオヨなどとしないように注意が必要ですよ。意味が通らないので、韓国の人には通じませんよ。それでは最後のチョプタを見ていきましょう。不規則3のチョプタをウミョンの形で作ると、チョプラスウミョンです。不規則活用を適用せずに、チョブミョンとなります。そして、アオヨで作ってみると、チョプラスアオヨですので、チョバヨとなります。これで、ピューパッチムの不規則活用の説明は終わりなんですが、ここで生徒さんからよくある質問があるので、こちらも紹介しておきます。ピューパッチムがある単語が不規則活用するのは分かったんですが、どの単語が不規則の1で、どの単語が不規則2、3に該当するのかを判断するんですか？その単語ごとに覚えていくしかありません。ですが、不規則の2はコプタとトプタの2つだけ。不規則3はイプタとチョプタの2つだけ。その他の単語は不規則の1に当てはまると覚えておけば大丈夫。もちろんその他の単語もありますが、それは上級レベルになってから覚えれば大丈夫です。文法で、語や自慢などの他の文法の場合は、ピューパッチムは不規則活用されますか？前半の方でも説明しましたが、丸を求められる文法の時だけ不規則活用のルールが適用されますので、語や自慢などの丸を求められない文法の場合は、不規則活用のルールが適用されることはありません。また、皆さんが気になる質問やピューパッチムの単語があればコメント欄で教えてください。それでは最後にまとめておきます。不規則1、ピューパッチムはウに変わる。不規則2、アーを求められる文法の時は、ピューパッチムはウォーではなくワーに変わる。不規則3、不規則活用が適用されない。しっかり覚えて不規則活用をマスターしましょう。それでは不規則活用の2個目を見ていきましょう。2個目はディグパッチムの不規則活用を解説していきます。この不規則活用もイメージで覚えることがすごく大切で、まずディグパッチムは丸を求められる文法が来るとリユルパッチムに変わるイメージを持ってください。また、ディグパッチムの不規則活用には2つのルールがあります。今回使う単語をもとに2つに分けておきます。ではまずは不規則1を見ていきましょう。
トゥッタを以下の2つの文法で作っていきましょう。まず、トゥッタをウミョンの形に直すと、聞くから聞くならとなりますよね。では見ていきます。トゥッタの最後のタは韓国語の文法上必ず消えますので、トゥプラスウミョンとなるのはわかりますよね。皆さんもご存知の通り、このカッコウとは前の文字にパッチムがあれば出してくださいねという合図です。ですので、トゥドゥミョンとなるのが基本的なルールなんですが、今回はディグパッチムの不規則で、先ほど説明したように、ディグパッチムは丸を求められる文法が来ると理由に変わると言いました。このウミョンはここの丸を求められてますよね。まず基本通りに作ってあげると、トゥドゥミョンとなります。そしてこのディグパッチムは丸があることによって、このようにリウルパッチムに変わるんです。そうすると、トゥルミョンとなってくれます。どうですか？理解できますか？これは覚えていかないとダメなルールですので、なぜ変わるのかという疑問を捨ててどんどん覚えていきましょう。では次は、併用体の文法で作っていきましょう。これはいわゆる用体と言われる文法なんですが、実はこれも丸を求める文法で、あをよというのが正式な文法でしたよね。ここでも丸を求められてますよね。ではこれもトゥッタを使って聞くから聞きますに変えていきましょう。基本通り考えると、トゥプラスあおよですので、トゥドよとなりそうですよね。ですが、ディグパッチムは丸があるとリウルパッチムに変わるルールでした。そうすると、このようにディグパッチムがリウルパッチムに変わり、トゥロよになります。かなりややこしいルールですが、基本が理解できている人には問題なく理解できる内容ですので、頑張ってついてきてくださいね。それでは次の不規則2を見ていきましょう。これはすごく簡単。この不規則2は、不規則活用のルールが適用されないというルールです。ですので、基本のルールに従えばできてしまう簡単なルールです。文法も同じものを使って見ていきます。単語はミッタを使っていきます。では、ミッタをウミョンの文法で作ってみると、ミプラスウミョンですよね。そして、ディグパッチムがリウルパッチムに変わるルールは適用されず、基本通りに作ればいいだけです。パッチムありの場合は、ウを出してあげて、このようにミドゥミョンとなります。また、アオヨも同じで、基本通りに作るとミドヨとなりますよね。間違ってもミルミョンやミロヨなどにしないように注意が必要ですよ。意味がわからなかったり、違う意味になったりしますので、韓国の人には通じませんよ。では、この不規則の2のルールに当てはまる他の単語も紹介しておきます。ミッタ、ハッタ、タッタ。この3つは不規則の2で考えれば大丈夫です。ですので、それ以外のディグパッチムなる単語は不規則の1として考えれば OK です。これでディグパッチムの不規則活用の説明は終わりなんですが、ここで生徒さんからよくある質問があるので、こちらも紹介しておきます。ディグパッチムがある単語が不規則活用するのは分かったんですが、どの単語が不規則活用の1で、どの単語が不規則の2に該当するのかを判断するんですか？これはその単語ごとに覚えていくしかありません。ですが、不規則の2は、ミッタ、ハッタ、タッタの3つだけ。その他は不規則の1に当てはまると考えておけば大丈夫です。文法で Go や自慢などの他の文法の場合はディグパッチムは不規則活用されるんですか？前半の方でも説明しましたが、丸を求められる文法の時だけ不規則活用のルールが適用されますので、Go や自慢などの丸を求められない文法の場合は不規則活用のルールが適用されることはありません。それではまとめておきます。不規則1、ディグパッチムはリウルパッチムに変わる。不規則2、不規則活用が適用されない。しっかり覚えて不規則活用をマスターしましょう。さあ次は3個目。塩パッチムの不規則を解説していきます。これもイメージが大切。まず塩パッチムは丸を求められる文法が来ると消えるイメージを持ってください。また塩パッチムの不規則活用には2つのルールがあります。今回使う単語をもとに2つに分けておきます。ではまず不規則1を見ていきましょう。なったを以下の2つの文法を使って見ていきます。まずなったをウミョンの形に直すと、治るから治るならとなります。では見ていきましょう。なったの最後のたは韓国語の文法上必ず消えるので、なプラスウミョンとなるのはわかりますよね。そしてこのカッコウとは前の文字にパッチムがあれば出してくださいという合図でした。ですので、ナスミョンとなるのが基本的なルールなんですが、今回は塩パッチムの不規則で、先ほど説明したように、塩パッチムは丸を求められる文法が来ると消えると言いました。
このウミョンはここの丸を求められてますよね。ではまず基本通りに作ってあげると、ナスミョンとなります。そしてこの塩パッチムは丸があることによって、このように塩パッチムが消えます。そうすると、ナウミョンとなってくれます。では次はヘオ体で作っていきましょう。そしてここでも丸を求められてますよね。ではこれもナッタを使って治るから治りますに変えていきましょう。基本通りに考えると、なプラスあおよですので、なさよとなりそうですよね。でも塩パッチムは丸があると消えるルールでした。そうすると塩パッチムが丸に反応してこのように消えてなあよとなります。ここで皆さんワンポイントアドバイスです。勘の鋭い人はなうみょんやなあよじゃなくてなみょんやなよでもいいんじゃないのって思うんですよね。でもそうすると原型に戻した場合なだにならないとおかしいんですよね。ですのでなうみょんやなあよのうやあがあることでこの文字の原型は塩パッチムが消えてるだけで実は塩パッチムがあるなったやねんなって気づけるはずです。そうすることによって辞書が引けるようになったり他の文法にすぐ変えたりすることができるという理屈です。韓国語って意外と奥が深いでしょ？かなりややこしいルールですが、基本が理解できている人には問題なく理解できる内容ですので、頑張ってついてきてください。それでは次の不規則の2を見ていきましょう。これはすごく簡単。この不規則2は不規則活用のルールが適用されないというルールです。ですので、基本のルールに従えばできてしまう簡単なルールです。文法も同じものを使って見ていきます。単語は打ったを使っていきます。では、打ったをウミョンの文法で作ってみると、うプラスウミョンですよね。そして、塩パッチムが消えるルールは適用されず、基本通りに作ればいいだけですので、パッチムありの場合は、うを出してあげて、うすみょんとなります。また、ヘオ体も同じで、基本通りに作ると、うそよとなりますよね。間違っても、うみょんやうおよなどにしないように注意が必要ですよ。では、この不規則の2のルールに当てはまる他の単語も紹介しておきます。打った、取った、知った。この3つは不規則の2で考えれば大丈夫です。ですので、それ以外の塩パッチムなる単語は不規則の1と考えれば OK です。ここで塩パッチムの不規則活用の説明は終わりなんですが、皆さんからよくある質問があるので、こちらも紹介しておきます。塩パッチムがある単語が不規則活用するのは分かったんですが、どの単語が不規則の1で、どの単語が不規則の2に該当するのか判断するんですか？その単語ごとに覚えていくしかありませんが、不規則2は、打った、取った、知ったの3つだけ。ですので、その他は不規則の1に当てはまると考えておけば大丈夫です。それでは最後にまとめておきます。不規則1、塩パッチムは消える。不規則2、不規則が適用されない。しっかり覚えて不規則をマスターしましょう。さあ皆さん、残すもあと3個の不規則活用で終わりです。休憩しながらでいいので、しっかり理解できるまで何度も動画を見て理解していきましょう。さあ次は4個目のルの不規則を解説していきます。この不規則活用もイメージで覚えることがすごく大切で、まずルはあおを求められる文法が来ると、前の文字にリウルパッチムが増えるイメージを持ってください。このあおは、あおよや、あおそ、あおちゅせよなどなど、あおから始まるすべての文法のことです。また、ルの不規則活用には間違いやすい別のルールがありますので、しっかり最後まで聞いてくださいね。今回使う単語をもとに、不規則とそれに似た間違いやすいうの規則の2つに分けて説明していきます。ではまず不規則を見ていきましょう。モルダーを以下の2つの文法を使って見ていきます。まず、モルダーをウミョンの形に直すと、知らないから知らないならとなります。では見ていきます。モルダーの最後にあるタは、韓国語の文法上必ず消えますので、モルプラスウミョンとなるのはわかりますよね。このうから始まる文法の場合は、特に不規則になることはないので注意してくださいね。そして、モルにはパッチムがないので、モルミョンとすれば OK です。では次は、あおを求められるヘオ体の文法で見ていきましょう。では次は、ヘオ体を使って、モルダを知らないから知らないですに変えていきましょう。基本通り考えると、モルプラスあおよですので、モラよとなりそうですよね。タップダがヘオ体に変わると、パッパよに変わったのを覚えていますか？
前半の基本編の4個目で学びましたよね。これは語感の母音がうの時の併用体の作り方です。そう考えると、もらよとなりそうなんですが、ルの不規則活用は、あおがあると、前の文字にリュールパッチムが増えるルールでした。そうすると、もらよとこのように前の文字にリュールパッチムが増えます。すなわち、同じグループに見えるモルダとパップダは違うグループだってことなんです。それではさらに詳しく間違いやすい似た別のルールを見ていきましょう。これが意外に厄介なんですよね。ダルダで見ていきましょう。モルダもダルダもルーがあるから同じ不規則活用やなって思うんですが、でもこのダルダは今回のルーの不規則活用ではなく、先ほどの解説にも出てきたパップダなどのうの基本編の4個目のルールが適用されるというルールです。もう少しわかりやすくまとめると、うには今回のようにルーの不規則活用なのか、基本のうの活用のルールなのか、このように2つに分類されます。同じルーでもどちらの活用法を使うかはその単語によって変わってきますので注意が必要になります。では間違いやすいルーの不規則に似たうのルールに当てはまる単語を使い文法を見ていきましょう。単語は続けてダルダを使っていきます。では、ダルダをウミョンの文法で作ってみると、ダルプラスウミョンですよね。そしてダルにはパッチムがないので、ダルミョンになります。では、併用体でも見ていきましょう。ダルダはルーの不規則活用は適用されないので、基本通りに作ると、ダラヨとなりますよね。間違って、ダラヨなどにしないように注意が必要ですよ。では、この間違いやすい似た別のうの基本編のルールに当てはまる単語を紹介しておきます。この2つは間違いやすい似た別のうの基本編のルールで考えれば大丈夫です。逆にこの2つ以外のルーのある単語はルーの不規則活用として考えれば OK です。それでは生徒さんからよくある質問があるのでこちらも紹介しておきます。ルーがある単語を不規則活用にするのは分かったんですが、どの単語が不規則活用で、どの単語がうの活用に該当するのかを判断するんですか？皆さん韓国語の辞書を引いたことがありますか？そうすると、このように、モルダ、ルヘンやダルダ、ウヘンなどと書いてあります。それを見て判断することも可能ですよ。もちろんその単語ごとに覚えていくしかありませんが、間違いやすい似た別のうの規則に該当する単語は、ダルダとトゥルダの2つだけです。その他は、ルーの不規則活用に当てはまると覚えておけば大丈夫です。それでは最後にまとめておきます。不規則活用。ルーがあるときは、前の文字にリュールパッチムが増える。間違いやすい似た別のうの基本編に気をつける。しっかり覚えて不規則活用をマスターしましょう。それでは残すもあと2つ。次は5つ目のヒューパッチムの不規則を解説していきます。これもしっかりイメージで覚えていきましょう。まず、ヒューパッチムは丸を求められる文法が来ると消えるイメージを持ってください。また、ヒューパッチムの不規則活用には2つのルールがあります。今回使う単語を元の2つに分けておきます。では、まずは不規則の位置を見ていきましょう。クロッターを同じように以下の2つの文法を使って見ていきます。まず、クロッターをウミョンの形に直すと、そうだからそれならとなります。では見ていきます。クロッタの最後にあるタは韓国語の文法上必ず消えますので、クロプラスウミョンとなるのはわかりますよね。そうすると、クロウミョンとなるのが基本的なルールなんですが、今回はヒューパッチムの不規則で、先ほど説明したように、ヒューパッチムは丸を求められる文法が来ると消えると言いました。ウミョンはこの丸を求められてますよね。まず基本通りに作ってあげると、クロウミョン、このようになります。そして、このヒューパッチムは丸があることによって、クロウミョン、このようにヒューパッチムが消えます。ヒューパッチムが消えると、パッチムがないので、うは必要ないですよね。うは前の文字にパッチムがあれば出てくるので。そうすると皆さんがよく聞くクロミョンとなってくれます。じゃあ最初からヒューパッチムって必要なくないと思ってしまうんですが、このヒューパッチムが消えてはダメな時があるんですよ。消えてしまうと意味が通らなくなる時がありますので必ず必要です。面倒なんで曖昧に覚えてしまうと必ずどこかでつまずいてしまうので、まずは私を信じて必要なんだと理解しておきましょう。では次は併用体の文法を使っていきましょう。最初に伝えておきますが、これはなかなかややこしいです。注意して聞いてくださいね。併用体は丸を求められてますよね。そしてさらにルールがあり、
ヒューパッチムはあおが求められている文法の場合は、ヒューパッチムのある文字の母音の横線を挟むように縦線を入れ、最後によを足すというルールがあります。かなりややこしいですが、こちらの意味は後でわかるので、まずは進めていきましょう。ではこれもクロッターを使って、そうだからそうですに変えていきましょう。基本通りに考えると、黒プラスあおよですので、黒よ。このようになりそうですよね。ですが、ヒューパッチムは丸があると消えるルールでした。そうすると、このようにヒューパッチムが消えて、黒よとなるんですが、ここで先ほど少し説明したように、ヒューパッチムはあおが求められる文法の場合は、ヒューパッチムのある文字の母音の横線を挟むように縦線を入れ、最後によを足すというルールでした。そうすると、このように2文字目のろの横線を挟むように縦線を足すと、れ、このようになりますよね。そして最後によを入れてあげます。そうすると、くれよとなります。かなりややこしい不規則ですので、1回で理解するのは難しいと思います。何度か見直してみましょう。少し皆さんの理解度が不安ですので、もう一つ別の単語で見たいと思います。単語は流行ったで見ていきます。流行ったプラスあおよ。では、流行ったをヘオ体に変えてみましょう。まずはヒューパッチムは消えますよね。そしてこのように2文字目のやの横線を挟むように縦線を入れます。そして最後によを足してあげると、はえよとなってくれます。どうですか？理解できそうですか？ほとんどの人がこのヘオ体で挫折して、片言で会話が成り立たないレベルで諦めてしまいます。韓国語は本当にヘオ体の理解が上達の分かれ道です。もう少しだけ頑張ってみましょう。それでは最後の不規則の2を見ていきます。これはすごく簡単。この不規則2は不規則活用のルールが適用されないというルールです。ですので基本のルールに従えばできてしまう簡単なルールです。文法も同じものを使って見ていきましょう。単語はちょったを使っていきます。ではちょったをウミョンの文法で作ってみると、ちょプラスウミョンですよね。そしてヒューパッチムが消えるルールは適用されず、基本通りに作れば良いだけですので、パッチムありの場合はうを出してあげて、ちょうみょんとなります。ヒューパッチムは弱音化といって音がなくなる性質を持っていますので、このようにちょふみょんなどの連音化にはならないことも合わせて覚えておきましょう。このヒューパッチムの弱音化の説明は他の動画で解説していますので、もし知りたい方はこちらの動画をチェックしてみてください。では次にヘオ体ですが、これも同じで基本通りに作るのでちょわよとなりますよね。しっかりちょったはヒューパッチムの不規則は活用されないことをしっかり覚えておきましょう。ではこの不規則の2のルールに当てはまる単語を紹介しておきます。ちょった、乗った、乗った。この3つは不規則の2で考えれば大丈夫です。ですので逆にそれ以外のヒューパッチムのある単語は不規則1と考えれば OK です。それでは最後にまとめておきます。不規則1、ヒューパッチムは消え、さらにヒューパッチムはあおが求められる文法の場合は、ヒューパッチムのある文字の母音の横線を挟むように縦線を入れ、最後によを足す。不規則に不規則活用が適用されない。しっかり覚えて不規則活用をマスターしましょう。さあ皆さん、本当の最後です。最後はリウルパッチムの不規則を解説していきます。まず、リウルパッチムの不規則活用を理解するために、ナップンサラムの法則をお教えします。説明は、リウルパッチムのある単語プラス文法、このようになった時にどう作っていけばいいのかを見ていきます。例えば皆さん、ねよ、すみだ、せよ、るかよなどたくさん見たことのある文法ありますよね。皆さんのほとんどがこの文法はリウルパッチムが消えて、この文法はリウルパッチムが消えないと一つずつ覚えていたと思います。でも実は皆さんが知っている文法って本当にわずかで、韓国語の文法は1000個以上の種類があります。それを一つずつ覚えるのは不可能です。ですので、今回のナップンサラムの法則を使って一気に覚えられる裏技を紹介したいと思います。この法則以外にもリウルパッチムの不規則活用の覚え方はありますが、私が長年レッスンしてきた中で、日本の方にはこのナップンサラムの法則が一番理解しやすいと感じましたので、今回シェアしていきたいと思います。また、リウルパッチムのある単語って実はこんなにたくさんあります。ですので、今回は乗るだ、遊ぶを使って見ていきます。ただ、リウルパッチムがあればどんな単語でも構いません。使っていく文法は先ほどのこの4つで見たいと思います。では早速、ナップンサラムの法則を解説していきます。皆さん、このナップンサラムの最初の文字を見てください。そうすると、この4つの文字から始まっていますよね。今回わかりやすく N、B、S、R の音と読んでいきます。
この4つの文字から始まっている文法は必ずリールパッチムが消えるというのがナップンサラムの法則なんです。ではさらに詳しく見ていきましょう。先ほどの文法を見てみると N から始まって B から始まって S から始まって R から始まっている。すなわちこのナップンサラムの母音の音から始まっている文法の場合はリールパッチムが必ず消えるという法則です。では早速ノルダを使って見ていきましょう。ノルダを1のネオの文法で作ってみます。そして法則を使うと N から始まっていますのでリールパッチムは消えますよね。そうするとノネオとなります。では次に2のスンニダタイで見ていきましょう。これも法則通りに B または S からの文法が始まっているのでノルダのリールパッチムを消してあげます。そうするとノプラススンニダ。このようになりますよね。スンニダタイはパッチムがなければ B のパッチムを原型の互換のパッチムの部屋に入れてあげますのでノムニダとこのようになります。では3のセオタイでを見ていきましょう。ノルダプラスセオで遊びますと作っていきます。このセオタイも S の文字から始まっていますので法則を適用させてリールパッチムを消していきます。そうするとこのように乗せよとなりますよね。では最後の4のかよほにゃららしましょうかで作っていきます。法則に当てはめるとノルダのリールパッチムが消えますのでノプラスリールかよこのようになります。そしてノの下のパッチムの部屋にこの文法のリールパッチムを入れてあげてノルかよとなってくれます。どうですか？不思議でしょ？これがナップンサラムの法則の力です。しっかり覚えればどんな文法だって自信を持って作ることができます。ただです。語学には不規則がつきものです。このナップンサラムの法則に当てはまらない文法が3つほどあるので、そちらも念のために紹介しておきます。その文法とは、うみょん、うろ、うろ。この3つです。この3つの文法は、リールパッチムがある単語の場合でも、リールパッチムが消えずに、さらにパッチムがあるからといって、も出てきません。では、この3つの作り方も簡単に見ておきましょう。最初は1のうみょんです。単語も先ほどのノルダを使って遊ぶから遊ぶならになるように作ってみます。答えから見るとこのようにノルミョンとなります。このウミョンの場合、リールパッチムが消えませんし、パッチムがあるからといってこのようにノルウミョンとはなりません。注意して覚えておきましょう。では次に2つ目のウロ、ほにゃららしにを見ていきましょう。これもノルダを使って遊びに行きますという韓国語を作ってみます。1番目のウミョンと考え方は全く同じで、リールパッチも消えませんし、も出てきません。そうすると、ノルロカヨとなります。どうですか？大丈夫ですか？それでは最後に、ウロ、ホニャララで、どこどこへで見ていきましょう。この文法の場合は、リールパッチもなる名詞が必要ですので、今回はチハチョルとソウルを使って説明していきます。また、このウロの詳しい使い方は別の動画の助詞を解説した動画でアップしていますので、気になる方はそちらをご覧ください。ではまず、地下鉄で行きますという韓国語を作ってみると、チハチョルをかよ。このようになります。そして、ソウルへ行きますという韓国語を作ると、ソウルをかよとこのようになります。間違ってもリールパッチも消したり、を出したりしないでくださいね。意味が通じない韓国語になってしまいます。しっかりナップンサラムの法則と不規則の3つを覚えてリールパッチムの規則をマスターしましょう。それでは最後にまとめておきます。まずはナップンサラムの法則を使う。うみょん、うろ、うろの3つはナップンサラムの法則に当てはまらない。もちろん他の文法でもこの不規則活用になる文法もありますが、それは上級レベルになってから勉強していけば大丈夫です。お疲れ様でした。それでは最後に練習問題を出しておきます。本当に理解できているかチェックしてみましょう。では行きます。動画を停止させながら解いていきましょう。
どうでしたか？全問正解できましたか？もし理解が曖昧な人は注意が必要です。ここを曖昧にして韓国語を続けると変な韓国語になったり通じなかったり、さらに上のレベルに上がった時に必ずつまずくので、時間を使って何回も見直しましょう。繰り返し練習すれば必ずわかる内容になっていますので頑張ってください。それでは次回のレッスンでお会いしましょう。